J-Wave アクロスザスカイをお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの住野隼人です。東京建物ミュージックオブザスフィアス、宇宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕住野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。今回も J-Wave のスタジオからお届けしています。今週もゲストにスタジオジブリ代表取締役副社長の中島清文さんをお迎えしています。中島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週もありがとうございます。改めて中島さんのプロフィールご紹介させていただきますと、東京大学経済学部を卒業後、住友銀行に入行。徳間書店やスタジオジブリを担当したことをきっかけにスタジオジブリへ。徳間記念アニメーション文化財団三鷹の森ジブリ美術館の館長を12年にわたり務め、現在はジブリの副社長としてジブリ美術館の監修、そしてジブリパークの副社長もやっていらっしゃいます。はい、中島さんがそもそもそのジブリに接するきっかけ、どういうふうにそのジブリに入ることになったんですか？もともとは住友銀行に入行して三井住友銀行、はい、今の銀行にいたんですけども、入行したのが1987年、はい、ちょうどバブル上がっていく時だったんですよね、はい、でも5年もしたら弾けるわけですよ、なるほど。で落っこちていく時に私は融資担当で、はい、そう落っこちていく時って結局、はい、なんとかな、もう右肩上がりで上がってた土地とか株とかを担保にしてお金借りてた人が、その担保が暴落しちゃったから、お金を返せないというか、担保なしのお金をなんとかしなきゃいけないっていう時代が来たわけですよ。でそれで要するに不動産取得資金とかなんとかだったものが返せないから、それをなんとかして取り立てたり回収したり、もしくはもうしょうがないから会社を清算したり、まあいろんななんかそういうのをやってる部署にいちゃったんですよ、その時期に。なんか大変そうな、なんかすごい後ろ向きなしますけどでそんな中にまあ大きなところはやっぱりゼネコンさんだったり、そういうところが大きくいろいろ困ってたんですけど、不動産を扱っている人たちが一番困ってたわけですけども、そんな中に徳間書店という会社がありまして、はい、なぜか書店なのになんでこんだけの借金抱えてるんだっていう徳間康義っていう、創業者が、事業才覚がねあったのかなかったのか、いろんなことをプロデュースするんだけど借金だけが増えてった人で、で徳間書店は借り入れ過多になっていると。でこれを何とかしなきゃいけないって言った時に、お金を返せそうだったのが、徳間書店グループこう見渡してスタジオジブリだけだったんですよ、本も出版不況でどんどん右肩下がりで、なかなか売れなくなっていく。 CD も当時多分 CD って1995年96年あたりがピークだと思うんですけど、売り上げの、それがこれも右肩下がりで下がっていく、で映画も徳間社長がやる映画ってどれもなかなか当たらない、そういう中でヒットを続けてたのがスタジオジブリで、90年代前半ってことですか？そうですね、僕がちょうどスタジオジブリの門を叩くのは95年なんですけど、95年、はい、なんでもののけ姫のちょっと前制作に入ったところなんですよ。で鈴木さんのところに行って、すいませんけど次のね作品では何歩ほどお返しいただけますでしょうかっていう話をしに行かなきゃいけない立場だったんですよ。そうなんですね。で最初が僕がぶち当たっちゃった、その当時はちょうど、思い出ポロポロとか、紅の豚思い出ポロポロ、あれだポンポコ、そして耳をすませばっていうような、90年代の前半ってジブリでスマッシュヒットをどんどん重ねていった時期だったんですけど、突然次もののけ姫をやると、でこのもののけ姫っていうのが、今までの2倍お金がかかるんですよ。なるほど。制作費2倍そうすると今までのスマッシュヒットだと返ってこないんですよ、お金が。なるほど。でしょうがない、日産して鈴木さんこれはどうやって採算が立つんでしょうかねっていうような話をしてたのが
僕と鈴木さんの仕事の始まり。へえ、そんなところからだったんですね。そうなんです。で鈴木さんが「いや中島さ」って、中島当時は君がちゃんとついてたと思うんですけど、今のは呼び捨てですけどね、中島君さ、映画っていうのはさね、水物だよ、当たるも発見当たらんのも発見、こんな結果を先に予測できるはずがないじゃんとかって言われてそれじゃ銀行はダメなんですけどみたいな話をしてたのがもののけ姫の頃で、でそれで鈴木さんと知り合った。でその次、実は千と千尋の頃に、徳間社長が亡くなって、で2000年なんですけど、2000年9月なんですけど亡くなられて、で銀行から社長が乗り込んでいった時に、僕もその社長にくっついて徳間書店に2年間出向して、でそこで千と千尋とか猫の恩返しとかの頃なんですけど、それらをこうなんていうかな、経営を見るっていうような仕事をしてたんで、鈴木さんとまた密に2年間を過ごしまして、そうしたら鈴木さんと話してるとですね、だんだんですね、銀行の仕事は嫌になっちゃったんですよこれはなんか銀行の仕事をやるよりも、なんか B2C でやる大衆向けに何かをやる仕事が、ちっちゃくてもいいからやりたいなと思って、銀行に戻れって言われたらやめようと思ってたら、本当に銀行に戻れって言われた日があったんで当然ながら出向してて、ある日銀行に戻れっていう事例が降りた時に、3日後に「すいません部長辞めます」と言って辞めるが先で、後先考えずに辞めて、そこから1年間ぐらいちょっと浪人してたんですけど、そんな浪人してる僕を見かねて鈴木さんがジブリ美術館で働かないかっていうことで入ってって、その後館長をやらせてもらうというふうになっていったんで、何のあれも脈絡もなくこう流れに身を任せるままここまで来ちゃったんですけど、面白いですね。結局館長までなられちゃうわけですもんね。不思議なことなんですけど、で当時館長やってたのは宮崎五郎で、で宮崎五郎がゲド戦記っていう映画を作るっていうね、監督になると。で館長誰がやるかって言った時に、僕館長代行でいいと思ってたんですけど、時のですね日本テレビの氏家会長っていう人がジブリ美術館の理事長だったんですけど、理事長がそんなね監督と館長の二足のわらじでね、やっちゃいけないと、監督に専念しろと、で館長はね五郎君やめろと、で中島やっとけと言われて館長になったんです。だから僕そんな館長になるべくしてなったわけでたまたまそこに横にいたから館長になった。へえ。東京建物ミュージックオブザスフィアス、ゲストにスタジオジブリ副社長の中島清文さんをお迎えしています。ジブリにじゃ入ってからはどんなお仕事をされてたんですか？もっぱらジブリ美術館を十何年間やってたので、そこでなんて言ったのかな、1年間の企画を立てて、ああだこうだああじゃこうだっていうのを、お金のことも含めてやってた感じですかね。だからジブリ美術館のマネージをこう長くやらせていただいた感じです。でその後今はジブリパークも兼任されてるっていう形になるんですか？そうですね。ジブリ美術館をやってた何人かでジブリパークへちょっと乗り込んでって、でまたジブリパーク立ち上げて今3年っていうところですね。もう、行ったり来たりが大変で、そろそろ勘弁してほしいんですけどもう名古屋は暑いですよ。夏暑かったですね。東京よりね3度高いんですよ。大体こっちが35度なら向こう37、8度みたいな。東京も十分暑いのに。じゃあ大変です。そうですか。宮崎駿さんとかとやり取りされることもあるんですか？ジブリ美術館って、宮崎駿の美術館なんですよ。であれも2001年にできたんですけども、千と千尋の神隠しの年にできたんですけども、要するに宮崎さん全盛期で、宮崎さんが作りたいものを作った建物が建物なんですよ。だから建物が、を映画のように作りたいっていうふうに言ってて、もう入るとまずトトロがいるんですよ。
でも先見えないんですよ。で先に進んでって左に折れると突然、建物がバーンと見えてくるんですよ。で早く行きたいって感じで入り口のドアを開けると、ステンドガラスの光が差し込む不思議な空間に入って、いや、不思議な世界に入ってきたぞってなって、でそっからまた次見えないんですよ。階段降りていくんですよ。階段降りてって、ドアをまたくぐると、もう吹き抜けの天井の中央ホールになっていて、っていうふうに次のシーンって建物を移動することにシーンが変わるようにできてて、でこういうなんていうのかな、作り方すごいなと思うし、なんだかんだ言ってその展示物も宮崎さんが自分でああじゃないこうじゃないって言いながら、人をもちろんメンバーを使ってスタッフを使って作ってるんですけど、なので宮崎さんは最近はほとんど来ないですけど、ちょくちょく来て展示直したり、もう直接直したりらっしゃるんですね。帰る時はアトリエがあるので、アトリエの方に毎日のように来て制作物作ってたりっていう、本当にそういうあれでしたね。へえ、面白いですね。だからもうね、宮崎さんで面白くて、何か思いつくと絵に描くんですよ。絵に描いて、これどうだろう、すごいだろうってするわけですよ。もうね、本当小学生のね、なんか絵が上手い人がね、絵を描いて自慢するみたいな感じでですね。本当ハウルの時に、舞台挨拶で、木村拓哉さんが宮崎さんのことを称して、白髪の生えた少年って言ったんですよ。僕ね、それ聞きながら、その通りだな。白髪の生えた少年。本当にね、もう頃は本当に白いね、ひげまで白い綺麗なあれだったんですけど、でもうやってることは本当に、中島さん今度はね、お金かけずに作るからやらせてっていうで自分で買ってきてやるからとかっつって、いろいろな工作物を作るわけですよ。でだんだん作っていくと、こっから先はどこどこの業者の誰々にやってもらおうって話になって、結局金かかるじゃんこれみたいなのをやるんだけど、でもそういうなんか物作ってる時とか、物を考えて絵にして見せてくれる時とかって、本当にね、無邪気な少年のようで、本当面白かったですね、そういう瞬間は。いろんな瞬間がありますから大変だったこともいろいろありますか？大変、僕はね、直接的にはあれですけども、やっぱりね、なんか出てきたものがこれは違うって言った時はやっぱり怒りますよね。そういうのはやっちゃいけないとかね、いろいろご指導いただきました。ご指導そうですか。そろそろお時間になってしまったのですが、もう一周お話を伺わせていただけるということで、中島さんには来週もご登場いただきます。次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後にお知らせです。角野隼人ピアノリサイタルクラシックアリーナ11月29日 K アリーナ横浜にて開催です。東京建物ミュージックオブザスイアスではオリジナルロゴ入りノートを毎週5名の方にプレゼントします。アクロスザスカイのウェブサイト右上バナーのメッセージトゥスタジオからノート希望と書いてご応募ください。それでは引き続き小川沙羅さんナビゲートの J-Wave アクロスザスカイでお楽しみください。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでは角野隼人でした。